け。僕たちは、俺たちは、このオーディションを。VSA ミュージカル候補生内オーディション配役発表。主演はレオンさんとカズさんに決まりました。すごい、白がダブル主演だ。見応えありそうですね。主演おめでとう、レオン、カズ。やったね、カズ。いや、僕は。おめでとう、主演何？わかんねえで祝ってたのか。主演ってのは物語のヒーローだ。強くてかっこいい正義の味方なのに、なんで俺じゃねえんだよ。おかしいだろ。主演が正義の味方とは限らないだろ。そうだ、かくも麗しい美の化身が華麗なる活躍を見せるという話もあるのに、なぜ私が主演ではないのだ。誰がやるかメンバー内の投票で決めたものなんだから仕方ないっしょ。そうだよ、僕たち自身が投票で決めたんだ。悔しいかもしれないけど、ちゃんと納得しないと。自分たちの一票が2人を選んだんだもんね。私の一票は私を選んだが、ブレない。見習いたいこのポジティブ。ミオくん、口に出てしもてる。うだうだうるせえな。お前たちはどういう世界で生きていくつもりなんだ。納得できないなら実力で。納得できない。僕は納得できない。なんで僕が主演なんだよ。選ばれるべきはナゴム兄さんだろ。カズ、こんなのおかしい。稲本さん、オーディションをやり直してください。そんなことできるの？最初の課題のメンバー内オーディションの時だってやり直ししたよね。今回だってあの時みたいに。体調は悪くないよ。今回の俺は万全だった。でも大丈夫、俺はこの結果を受け入れてる。それに俺はカズが主役をやるところ見てみたいな。でも話を進めてもよろしいでしょうか。すみません、大丈夫です。では他の皆さんの配役を発表します。これって2作やるんですか？しかも今回のための書き下ろし作品のようだな。書き下ろしだと？俺エクソシストの役なの？めっちゃかっこいいじゃん。俺は主人公のライバル役、いわゆる当て馬やな。なんだ一世、おめえ馬の役ちょっと待って。びっくりしたって無口。おめえそんなにでけえ声出せたのか。いやいや、さすがにそれは失礼やろ。ミオくんやって歌ってる時なんかはそれなりに発声して。そんなことより娘役って。僕も気になってました。これって。はい、読んで字のごとく娘役です。本当に女の子の役ってことですか？それ以外に何が？何がっていうか。へえ、女の子役か。普段着ない衣装が着られそう。私ほどにもなると性別などとっくに超越している。娘役か。文化祭でやったロミオとジュリエットのジュリエット役しか経験ないけど大丈夫かな。3人とも女の子役に抵抗ないんですか？特には。受け入れるの早すぎ。歌だけじゃなくてセリフまであるんだよ。正直俺はちょっと。来た来た、同志登場。お、太陽くんも娘役なんだ。だけど俺結構身長あるし骨格もしっかりしてるんだよね。大丈夫かな？ちゃんと可愛くできるかな？いや、そっちなんかーい。ミオくん、また口に出てしもてる。おうおう、無口。それだけ元気ならミュージカルのセリフもでけえ声で言えそうだな。頑張ろうね、娘役のみんな。そうだ、今日から一緒にキュートな女の子仕草みんなで練習しない？本当ですか？ありがとうございます。すっごく心強いです。だね。
おい管理人、何でしょう。まさか書き下ろしの新作ミュージカルを俺たちに演出させる気か。歌やダンスは経験者がフォローできるからともかく、芝居までこっち任せだと。ライゼンプロダクションは素人のお遊戯会でもやるつもりなのか。お遊戯会？何？だからそうならねえように全員で意見出し合えばいいだろ。お互いにアドバイス言い合うのは今までだってやってきたしね。それはナゴム兄さんみたいなレベルの高い人からそうじゃない人へのアドバイスだから有益だったんでしょ。レベルの高い人はどうするの？そうかもしれないけど、でもだからって何も言えないわけじゃないし。素人の意見が何の役に立つ。自分が認めてない他人の意見なんて当てにならないよ。カズ、そんな言い方。二人とも感じ悪い。でも僕もミュージカルは難しいものだって聞いたことがあるしな。まあ確かに今のままじゃ無理だよね。ご安心ください。今回は特別に外部から講師の方をお招きしました。外部から？それじゃあついにインターナートに俺たち以外の人が。稲本さんとみんな以外の人に会うのかなり久しぶりだよね。さあお会いいただきましょう。演出家のベンジャミン・カムイさんです。ベンジャミン・カムイ？それってあの世界的に有名な舞台演出家の。ハロー。マジかよ。本物のカムイさんです。すごい。僕本物って初めて見た。俺もテレビでは見たことあったけどって今もテレビと変わんないけど。お、ククたちテレビ見てレッスンする？テレビじゃないよ、映像通話だからね。つまりリモートってことですか？カムイさんはお忙しい方ですので、今回も世界ツアーの合間にわざわざ時間を作って講師をしてくださるんです。だったらわざわざ講師なんてやらなきゃいいんじゃないか。ミュージカルの講師をリモートで？馬鹿げてる。失礼だよ。立場が同じ僕たちならともかく、忙しい合間を縫ってきてくれている講師の方にそんなこと。いいんだ。久しぶりだね、レオン。お知り合いなんですか？ああ、彼に教えるのは2度目なんだ。彼の通っていた海外の芸能アカデミー以来ね。さて、それでは改めて自己紹介するね。君たちのミュージカルの演出を務めるベンジャミン・カムイだ。よろしく。よろしくお願いします。ちょっとレオン、ちゃんと挨拶しなきゃダメでしょ。うるさいチビ。もう。なんだ。いや、君は相変わらずだなぁと思って。うるさい。とっとと稽古を始めろ。レオン。いいよ。じゃあ早速始めよう。まずは今回のミュージカルのストーリー紹介からだ。まずはコメディミュージカルスペシャル。冴えない主人公が卒業パーティーのプロムでキングになるべく奮闘するストーリーだ。今まで仲良くなったことのなかった生徒たちとの刺激的な交流を通して主人公は飛躍的な成長を遂げる。しかしとある出来事がきっかけで主人公は本当の意味で自分を支えてくれていたのは幼なじみの女の子だったということを知る。ポップで賑やかなナンバーが彩る青春サクセスストーリーだ。このお話の主人公カズが楽しみだな。主人公の性格がカズくんとはちょっと違うけど、こんくらい違ったら逆にやりがいあるかもね。そうかな。さて次はゴシックミュージカルサンライズ・イン・ディ・アイズ。ある晩ヴァンパイアである主人公が出会ったのは目の見えない少女だった。少女の血を狙っていたヴァンパイアだったが、少女が彼を人間だと思い込んでいることを知り、からかうつもりで人間のふりをする。それから二人は人間とヴァンパイアを超えた不思議な友情を築いていく。しかしそんな二人を過酷な運命が待ち受けているのだった。
時にゴシック、時にロックなナンバーが彩るファンタジーロマンだ。ヴァンパイアか。なんだかレオンにぴったりだよね。確かに協調性のなさが人間離れしとるもんな。からかうな。こんだけ近かったらスノレオンのままやれるんじゃねえか。バカか。芝居はそんなに単純じゃない。その通り。芝居はそんなに単純じゃない。なんて言葉を君から聞くとは思わなかったな、レオン。うん。クック心配。日本語難しい。お芝居難しい。後で一緒に台本に振り仮名振ろう。俺も手伝うよ。一緒に頑張ろう。ありがとう太陽なごむ。じゃあまずは読み合わせから始めようか。さあみんな台本を開いて。ストップストップ。レオン、今のセリフもう一度。お前の望みは何だ。違う。もっと話している相手のことを考えて。お前の望みは何だ。諦めたくない。違う。カズ、今のセリフもう一度。僕はまだ諦めたくない。カズ、ちゃんと主人公の性格を踏まえて。もう一度。僕はまだ諦めたくない。はっきり言おう。まだ一度目の読み合わせだということを踏まえても、君たちの芝居は到底人前に出せるものではない。特に主演の二人。今の君たちは主演を任せられるレベルじゃない。すみません。たかが読み合わせで何がわかる。ミュージカルの本質は歌やダンスだ。それを見もしないで決めつけるのか。ちょっとレオン。ミュージカルの本質は歌やダンスか。確かにミュージカルから歌やダンスがなくなったら、それはもうミュージカルとは呼べない、ただの演劇だ。では演劇とは何だ。ミュージカルは演劇ではないのか。歌やダンスをもって何を表現し、何を伝えようとしているんだ。今君たちが手に持っているものは。今クックたち持ってるもの、ミュージカルの台本。そう。演劇とミュージカル、表現方法は違ったとしても、伝えなければならないものは同じなんだ。たとえうまい歌、うまいダンスができても、台本に書かれたセリフを心から理解し、役になりきって観客に伝えなければ意味がない。理解できないのは本当に演じる側のせいなのか。妄想上のザレ言が書かれたご都合主義の台本。こんなもの心から理解できるやつなんかいるのか。もし理解できるってやつがいたら、そんなの大嘘つきの詐欺師だろ。レオン。そうだ、詐欺師だ。そして君はその詐欺師に騙されて、あの日アカデミーの門を叩いた。けれどあの日の君はただのかわいそうな被害者だったか。じゃあレオン。走って行っちゃった。おい、まだ稽古は終わってねえぞ。どうしよう、追いかけなきゃ。でもまだ稽古が。すみませんカムイさん、お忙しいところ稽古をつけてくださってるのに。いや、こちらこそ申し訳ない。レオンのことはずっと気になっていたから、つい教え子だった頃のように接してしまった。アカデミーに通っていた頃もあのように尊大な態度だったのか。尊大って、坊ちゃんがレオンに抱いてるイメージって結構ブーメランだよね。何故。まあレオンは昔からああやから、アカデミー行ってた頃だけ純粋なええ子ってことはないやろ。彼は出会った頃からずっと純粋だよ。今だってね。本当に同じ人のこと話してる。もしかしてクックの話をしてるとか。ああね、それなら納得。はにゃ。
一旦休憩にしよう。誰かレオンを探してきてくれないか。はい、俺行きます。僕も行きます。僕もみんなで手分けして探そうか。たく手間のかかるやつだぜ。まったくだ。そうだ、詐欺師だ。そして君はその詐欺師に騙されてあの日アカデミーの門を叩いた。けれどあの日の君はただのかわいそうな被害者だったか。くそ、ここにいたんだ。この場所を知っていたのが前に双葉から教えてもらった。このインターナートの中で一番地上に近い場所だって。まさかと思って見に来たら、さ、そうやっていちいちどっか行くの子供すぎない？うるさい。そっちこそ稽古はどうした？誰かさんのせいで休憩。まったくナゴム兄さんに迷惑かけないでほしいんだけど。どうせお前だって休憩になって助かってるんだろうが。なんだあのやる気のない芝居は。別にやる気がなかったわけじゃないよ。ただ僕よりナゴム兄さんの方が絶対に主役に向いてるのにって思ったらうまく集中できなくて。なんなんだその大げさな兄貴に対する褒め殺しは。大げさじゃないよ。ナゴム兄さんの実力は本当にすごいんだ。同じだろお前と。お前ら二人を見てて特別兄貴の方がお前より上だとか感じたことがない。どう見たって同じだ。同じじゃない。兄さんは僕よりずっとすごい。兄さんがいたから僕は。とにかく兄さんが主演にならないなんてそんなのありえないよ。まあいい。じゃあお前も変えたいんだな。変えたいって何を？ミュージカルの配役だ。俺はヴァンパイアの気持ちなんかわからない。理解できないなら伝えようがない。あんなにぴったりなのに？どこがだ。人間以外になったことなんかねえ。そうか、君が降りるなら。二人いっぺんに直訴したら配役オーディションをやり直してくれるかもしれない。決まりだな。あ、カズにレオン。よかった、戻ってきた。ちょっとどこ行ってたの？カズさんまでいなくなってしまってすごく心配してたんですよ。みんなたくさん探した。どこに行ってたのカズ？何かあった？まあいいさ、戻ってきたんだから。さあ稽古の続きを聞け。僕たちは俺たちはこのオーディションを、ミュージカルの配役オーディションをやり直したいとでも？まさかレオン、君はまた逃げるつもりなのか？